試しに何も考えずに腕を振った時の発音っていうのを気にしてみていただきたいんですけれども、おそらくこんな感じになるんじゃないかなと思うんですね。はい。さっきのフルストロークは、はい、全然違いますよね。これどういう違いがあるかというと、実はこのハローラこんにちは、パーカッションの高文です。カホンパーフェクトレッスンの第5回目です。前回までの4回でカホンの基本的な発音、ベース、ミドル、ハイ、クローズの4つをやりました。この4つは叩き分けられるようになりましたでしょうか？まだだよという方は概要欄のリンクから自分ができないところや気になるところをチェックしてみてください。はい。それでこの4つ叩けるようになったよという方、おめでとうございます。この4つさえ叩けてしまえば、いわばこれがですね、カホンにおけるあいうえお、一つ一つの文字になりますので、あとはこれらを組み合わせることによってリズムだったりフレーズを作っていくことができます。はい。で、今回解説したいのはそのカホン一つ一つの音をつないでいくストロークのやり方についてです。ストロークとは何ぞや、超簡単に言いますと、腕を振り上げるのか振り下げるのか、でこれをどのタイミングで振り上げるのか、どのタイミングで振り下げるのかということです。はい。そのストロークを身につけるとどんな効果があるんですか、どんないいことがあるんですかとお思いの方もいるかと思うので説明させていただきますと、フォーム、シルエットが美しく綺麗にかっこよくなります。これ重要じゃないですか。はい。うまそうに見えると言ってもいいですね。はい。でその見かけだけの話ではなくて、実際に発音する時の音と音のつなげ方の話なので、これができるとより流暢にスムーズにフレーズだったりリズムパターンを演奏することができます。スピードで言うと、もっと速くと言ってもいい、速いプレーをしたいっていう時にこのストロークが絶対必要不可欠になってきます。はい。最後に体の使い方を知るということでもありますので、体がもっと楽に演奏することができます。今カホンを演奏していて、どっか肩が痛いなとか肘が痛いな、あるいは手が痛いなっていうことがある方は、特にこれを身につけていただくともっともっと楽に、人によっては全くもう痛みを感じないノンストレスで演奏することができます。要するにこのストロークめちゃくちゃ重要なので、ぜひ身につけてほしいというものでございます。はい。重要ゆえにですね、これ一回見てこうね、分かった分かったっていう感じでやっても意外と身についてないっていうことありますので、これぜひ何回も見ていただきたい。今節丁寧に解説しますので、ぜひ高評価や保存、プレイリストなどに残しておいてですね、繰り返し見て演奏に活用していただければと思います。はい。それでは具体的な解説いってみましょう。はい、ストローク大きく分けて4種類ありますので、順番に解説していきます。で、これらのストロークの分け方、分類の仕方としては、打面からの距離、手をどれぐらい打面から離すのかっていう距離で分類しますので、この距離についても合わせて解説していきます。はい。まずストロークの1つ目はフルストロークというものです。フルストローク。はい。これは打面から離れた位置、手を振り上げている状態から振り下ろして打面を鳴らして、そのまま元の位置に戻るというストロークです。先ほどこの打面からの距離という話がありましたけれども、具体的にどれぐらい振り上げればいいのという方、はい。今ちょっと測ってみますと、私の場合ですね、今フルストロークしたこの位置は打面から15センチ離れた位置、指先が15センチ離れた位置で構えて、ここから振り下ろしてまた15センチ離れた位置に戻るというようなストロークでありました。はい。なので一つ目安としてだいたい15センチぐらいというふうに考えていただければと思います。これはもちろん出したい音量や曲のテンポによって変わってくるところなんですけれども、一旦15センチでやってみましょう。はい。15センチ離れた位置から振り落としてすぐ戻す。はい。触れた瞬間にもう跳ね上がっているっていう状態で打ってみてください。はい。一発打ってから打ち終わってから振り上げると、このようにワンテンポ遅れた感じで振り上げているという感じになりますので、これはもうですね、この打面にも
触れるこの直前ぐらいでこの腕を振り上げるぞというような意識で行うと、すごく短く瞬発的に打って腕が跳ね上がっているというシルエットを作ることができます。はい。コツとしてはやっぱりこの上げる方の腕を振り上げる方のスピード感、瞬発的にふっとこう振り上げる。これは私が動画やワークショップでたびたび言っておりますなんでやねんっていうね、腕のアクションになります。なんでやねんっていう、はい。このスピード感、このキレ、はい。出せますか？やってみてください。これ素振りもすごく効果があります。なんでやねん、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 なんでやねん。はい。左右でこう交互に振ったりしてやっていただくとめちゃくちゃ演奏のパフォーマンスが上がりますのでやってみてください。はい。このフルストロークね、改めて分解してみてみると、腕を振り下ろす、打面に向かうときはもう限りなく自由落下で構いません。腕を振り上げた状態からはーとこう、はーとこう、抜いてあげるだけでもう腕の重さがストンとダイレクトに落ちれば、それだけで結構なスピードになるはずです。はーと、自由落下で落ちる落ちる落ちる落ちていく落ちていく。でこの打面に触れる直前、この刹那になんでやねんとこう外側に向かって意識を働かせて腕を跳ね上げる。はい。この順番です。腕は落ちていく落ちていくときはもう限りなく無意識自由落下で落ちていって触れる瞬間になんでやねんと。はい。このスピード感です。腕を振り上げて構えた状態。この状態から腕をリラックスさせて自由落下させます。落ちていく落ちていく落ちていく。で、この画面に触れる直前にもうなんでやねんと外に振る意思を働かせて、音が鳴った瞬間には手は跳ね上がっている、振り上がっているという状態を作ります。はい。はい。これは言ってしまえば、この体の動き、腕の動きで、どのタイミングで振り上げる意思を働かせるかっていう、もうタイミングのコントロール、意識と体の調整になりますので、これはご自身の感覚を、音が鳴ったら手は振り上がっているっていう状態が作れるまで、もう繰り返し繰り返し練習して調整してみてください。はい、いかがでしょうか？フルストロークできましたでしょうか？もうすぐできちゃったよという方は素晴らしいです。おめでとうございます。はい。ただこれね、できなくて当たり前と思って大丈夫です。はい。とっても難しいことをやってます。はい。しれっとね、とっても難しいことを要求してます。はい。なかなかできなくて当然ぐらいの難易度なので、じっくりと時間をかけて、この感覚ですね、特に自分のこの腕を振り上げる感覚だったり、腕を振り落とす、自由に自然落下させる、抜重する感覚、それから跳ね上げて、すぐにこの腕を止める感覚、はい。これをぜひ身につけていただけるといいかなと思います。はい。これが身につきますと、この発音自体がとても明るく、パーンとこうね、抜けるようなサウンドになってきます。はい。試しに何も考えずに腕を振った時の発音っていうのを気にしてみていただきたいんですけれども、おそらくこんな感じになるんじゃないかなと思うんですね。はい。さっきのフルストロークは、はい。全然違いますよね。これどういう違いがあるかというと、実はこの画面に手が触れている時間というものがあります。もうほんと0コンマ何秒なんですけれども、その違いによってこの画面がどれだけ振動するかっていうのが変わってきます。カホンをはじめとする打楽器っていうのは、いわば振動すればするほど自然な響き、鳴りが生まれるものなので、触れてる時間がね、ちょっとでもこうあると、その響きを抑えちゃう。音のイメージで言うと、ちょっと曇った感じというか、詰まった感じというか、鈍いイメージの発音になります。はい。人によってはもしかしたら、はいを打つときに、こうもうベタ付けで打ってらっしゃる方もいるかもしれないんですけれども、これはもう完全にこう、響きを殺しにいっているという奏法になります。はい。これはこれでね、こういう表現が必要な時もあるかと思うんですけれども、まずは基本的な楽器の鳴りを最大限鳴らしてあげるということを考えて、触れる時間は最小に、極小に、もう短ければ短いほど音の立ち上がりが早く
明るく豊かな響きになってくると思いますので、じっくりと練習してみてください。はい、続きまして2つ目のストロークを解説していきます。2つ目はダウンストロークというストロークです。ダウンという名の通りですね、上から下へ行くストロークなんですけれども、やってみます。はい、先ほどのフルストローク同様に画面から離れた状態、だいたい15センチぐらいですね、15センチぐらい浮かせた状態から腕を自由落下させます。落っこちて落っこちて落っこちて、この当たる瞬間に反対方向、なんでやねん方向に意識を働かせるんですけれども、一瞬でこれを止めます。ので当たった瞬間に腕は跳ね上げなくてよくて、すごく近い位置、至近距離で止まります。画面の距離から考えると、離れたところから近いところで止まるっていうのがダウンストロークになります。はい、これも距離の目安をお伝えしますけれども、発音した後、画面から5センチ以内の距離にいれば OK です。はい。離れてても5センチ。でもなるべく近い方がいい。ただし画面には触れていないっていう、ギリギリの線を狙いたいわけですね。はい。もう一度言います。最初振り上げてるときはだいたい15センチ目安。ここから振り落ちて振り落ちて当たります。当たって離れる。だけれども離れすぎない5センチ以内のところでとどまるというようにコントロールしてやってみてください。はい、構えて落とす。で止まる。5センチ以内。構えて落とす。で止まる。5センチ以内。はい、やってみてください。はい、慣れないうちはこう画面に手がついたままの状態になってしまったり、うまくコントロールできずに2回ねドドってこうダブって触れてしまったりするかと思うんですけれども、これもやっぱり発音の時間をもう最小にしたい、極力この画面を自然に振動させたいというのがありますので、やっぱりこう離す意識っていうのが少なからず必要になってきます。なんでやねんのこっち方向の振り上げの意識ですね。はい。ただこれを一瞬で触れる直前に行って、動きとしてはもう止まっているっていう状態を作るタイミングが重要になってきますので、これもやっぱり自分のこの体、腕のコントロールと意識のコントロールでピタッと止まれるように繰り返し練習してみてください。はい、続きまして3つ目のストロークの解説です。これはもうお察しの通り、アップストロークですね。腕を振り上げるストロークになります。はい。振り上げると画面から離れちゃいますから、これでなんで鳴らせるんだろうとお思いの方いると思うんですけれども、こんな感じです。はい。こう振り上げる瞬間、この離れる刹那に発音しているというようなストロークなんですね。はい。これはいわばもう画面が熱い熱い鉄板で、どれぐらいの熱さかなとこうね、恐る恐る触ってみたら、あちっっていうような、はい。限りなくこんな感じ。あちっってこう、あちって。はい。ぜひやってみてください。あちっ。これは2つ目にやりましたダウンストロークで振り落ちたこの位置5センチ以内にとどまるという話をしましたよね。なのでこの5センチ以内のこの至近距離から画面を発音してこの勢いで腕を振り上げる、こういったストロークになります。はい。なので最初の構えは5センチ以内の画面の至近距離、ここから画面に一瞬タッチするわけなんですけれども、このまま腕をスッと落としてもいいんですが、おすすめはですね、前回の動画クローズトーンの時にやったこの前腕の回転、こういった回転をですね使えると、この位置から回転を使ってタッチしてこのまま腕をなんでやねんと振り上げる。はい。これを素早くやると、はい、このようにもう発音と同時に腕が跳ね上がっているというふうにできますので、練習してやってみてください。もう一回言います。手の最初の構えは画面から5センチ以内の至近距離。はい。
画面には触れていない、浮いている状態です。浮いている状態から始めて、画面をタッチして鳴らして離れたいわけなんですけれども、そのタッチの仕方も、手首使ったり指使ったり腕ごと振ったりいろいろありますよね。はい。いろいろ試してみてほしいんですけれども、私のおすすめはこう前腕を回転させるクローズトーンを、前回の動画でやりましたクローズトーンですね。はい。これをやりつつ腕をなんでやねんと振り上げる。はい。このやり方が大変おすすめです。はい。よくわからんという人は自分でスローモーションで確認してみてください。前腕を軽く回転させつつ指先が画面に触れます。触れた瞬間にはもう腕を上げるぞという意識を働かせて、だんだんもう遠ざかっていく、跳ね上がっていく。はい。こういう順番です。はい。はい、ご覧の通りこのアップストロークもなんでやねんっていうこの腕のスピード感、キレが重要になってきます。はい。で、これは静止してる状態、とどまってる状態から一気にフルスピードでグッてこう瞬発的に動くアクションになるので、これはこれでねやっぱ難しいですよ。はい。でこれやっぱじっくり練習していただいて、瞬発的にまずは素振りだけでも止まってる状態から瞬発的になんでやねん方向にこう振ってあげるっていうのをやってみていただいて、この上でね振り上げる瞬間にクイッとこうダメをタッチできればそれで発音できますから、という感じでまずはこの腕の振り上げから練習してみて、それをそのままストロークに生かすというのをやってみてください。はい、ではいよいよ最後4つ目のストロークの解説です。4つ目はタップストロークというストロークです。タップですね。このストロークは腕を上げたり下げたりしません。はい。もう腕の位置固定です。画面の至近距離に構えて、この状態で腕を振らずに鳴らすというストロークでございます。はい。お察しのいい方でしたらですね、これって前回の動画のクローズトーンなのではと気づいた方いるかと思います。はい、正解でございます。タップストロークというのはすなわち、私の解説動画でいうクローズトーンになります。はい、なので前回の動画の復習にはなるんですけれども、今一度このタップというアクションを考えてみたいと思います。はい、スマホでも画面をタップするって言いますよね。はい、軽くタッチするっていうような意味合いだと思うんですけれども、まさにその感覚で OK です。指全部を使って軽く画面をタッチ。はい。もうこれだけでタップストロークの完成です。サウンドとしては限りなく軽いツツツツツクククククというようなサウンドですね。はい。指をこうベタッとつけっぱにしたり、ドンドンドンと強く鳴らす必要はありません。隣の人の肩をねえねえねえって軽く叩くようなねアクションで鳴らしてあげれば十分です。はい。で、腕を振らずにこのタップをするためにいくつか方法があります。一つはこの指をこう曲げ伸ばしして指先でトントントンと鳴らしてあげるタップと、手首を折り曲げてクイックイックイッとね曲げてやる方法と、私が主にやっているこの前腕、この部分ですね、この部分をこう軽くスイングさせて末端の指をこう振って行う、こういう動きのタップがあります。はい、理想的には指でも手首でも前腕でもですね、これが全部使い分けられるのが理想です。はい、なのでやりやすいところからぜひやってみていただいて、全部の動き攻略していっていただきたいんですけれども、おすすめはやっぱりですね、前回の動画でも言いました通り、この前腕のスイングで指はもう限りなくリラックスした状態で軽くこう振ってあげる、打ってあげるのがおすすめです。なぜかというと、この前腕の回転の動きっていうのは体の動きの中でも特に効率的な動きなんですね。疲労度も少ないですし、早く長く動かすことができるので、すごく演奏に向いた
アクションであります。今後やっていきますけれども、今回やったダウンとタップを組み合わせたダウンタップだったり、ダウンとアップを組み合わせたダウンアップ。はい。これらの動き、腕の動きも使ってるんですけども、合わせて前腕のアクションも使って組み合わせることで滑らかな動きを可能にしますので、これはぜひマスターしていただけるといいかなと思っております。はい、というわけで今回は花本の4つのストローク、フルストローク、ダウンストローク、アップストローク、タップストロークについて解説させていただきました。いかがでしたでしょうか。はい、パッとできたものもあればね、なかなか難しいなというものもあるかなと思います。じっくり時間をかけて大丈夫なところなので練習してみてください。はい、今回すべてこの花本のハイポジションで行ったんですけれども、これはミドルポジションでもベースポジションでも可能なストロークになりますので、それぞれで練習してみてください。また次回以降のレッスンでこのストロークをフル活用したフレージング、リズムパターンに挑戦していきますので、ぜひこの動画何回も見てマスターしていただければと思います。はい。それではこんな感じでパーカッション情報を発信しておりますので、チャンネル登録、高評価、メンバーシップなどよろしくお願いいたします。はい。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画で会いましょう。高見でした。バイバイ。